サリン様、我らの南方4里のところに新たな部隊が発見されました。旗印は？孫、おそらくは演術の逆称になっているという孫作の旗かと。そう、猿が英雄を飼うことなど不愉快千番だったけれど、それもそろそろ終わりそうね。どういう意味でしょうか。言葉通りの意味よ。今李に目ざとい諸侯は黄金島本体のためにこの場所に集まっている。それは黄金島の命脈が尽きかけていることを知っているからでしょ。大陸全体を見るにすでに黄金島は風前の灯火。多少戦略眼がある人間ならばこの好機を逃さずこの場所に集結するはずです。そう、なのに演術は西方に向かった。つまり光明の場を放棄したということ。逆に孫作は数えながら賭けに出た。そしてその賭けは成功するでしょうね。諸侯が集まれば黄金島の本体がいかに多くとももはや敵ではない、そういうことですか。ええ、我が軍しかり袁紹、公孫燦、それに義勇軍でありながら数々の武功を挙げている劉備、そこに孫作が加われば賭けという言葉にならないぐらい確実な戦いになるでしょう。そして賭けに成功した孫作の評判はますます上がることになる。そうなれば黄金島の乱の後、大陸を覆うであろう群雄割拠の時代に有利となる。その好機を逃さず独立を果たす、そうなるとお考えなのですね。ええ、さすが高等の虎と謳われた孫権の娘。楽しみが増えたわね。御意。今後孫作周辺に催促を放ち情報を手に入れておきましょう。よろしく。今のところはな。どうした？ほう、それと石膏が何の関係がある？うん、分かっているな。まあな。しかし石膏が帰ってくるまでにはまだ時間がかかる。先に私たちを囲む周囲の状況を説明しておこう。ああ、知っての通り黄金島本体がこもるのはここより少し先にある城。そこに向かう部隊はいくつあると思う？そうだ、私が把握している限りこの辺りには諸侯の軍勢がひしめいている。ここより北方に曹操の部隊が、その少し西に袁紹の部隊、少し東に公孫燦の部隊と劉備という将が率いる義勇兵の一団がいる。数にしておよそ15万ほどだろうな。互角どころか圧勝できるだろう。あるな。しかし相手は食い詰め農民やどこぞから流れてきた不老だ。正規の訓練を受けた兵に抗するだけの力はない。勝てるというほど甘くもないのだよ。
初対面の軍が連携を取るというのはそれほど難しいことだ。そしてそれ以前の問題として、諸侯が何を求めているのかを考えればわかることだろう。そう、諸侯が求めているのは名声という名の利だ。黄金塔の本体に息の根を止めたという名声が欲しくて、この場に集まってきている。そうだ。だが諸侯はこうも考えているだろう。自分の部隊だけでは辛い戦いになると。なんだと思う？まあ、当たらずとも遠からずだな。この場合、諸侯に伝令を送り連携しましょうと言ってしまうのはよろしくない。はっきりと他者と連携を取れば、それだけ功の旨味がなくなるからだ。だが他者を利用しないと勝てそうにない。そしてそういう考えを皆が持っていることを諸侯は知っている。ならば周囲の状況を調べ、諸侯の部隊が集まる時期に合わせて参戦すればよい。それを暗黙の了解というのさ。そして集結した部隊で戦を仕掛ける。隙を見て敵対将を討ち取り名を上げる。そういった諸侯の思惑が透けている以上、我らが取る策はただ一つ。そういうことだ。レンファ様、どうなされました？先ほどから黄金殿の方を見ていらっしゃいますが。いや、なんでもないわ。黄金殿にご用でも？そういうのじゃないの。気にしないで。はそう、円、高尊、それに竜。良い感じに集まってるわね。計算通りだな。これだけ集まっていれば敵とは互角に戦えるだろう。じゃがわしらの参戦する場所がなければ光明も立てられんぞ。サイの言う通りね。諸侯の軍勢が集まっている以上、時間をかけるわけにもいかないし。かといって力攻めだけでは落ちんじゃろ。そうよね。どうするメイリン？ノン、確か城内の地図があったはずだが。ありますよ。もともと大主さんの持ち物だったお城ですからね。はい、これです。すまん。厄介な城だな。攻めづらく守りやすい。まさに教科書のようなお城ですね。全軍を展開できるのは前面のみ。左右は狭く、大軍で攻めるには無理があるか。後ろには絶壁がそびえていて、回り込むことは不可能でしょう。めんどくさいから真正面から突入しちゃおうよ。うん、作殿に賛成だ。
何をバカなことを言っているのです、二人とも。タチの悪い冗談を言っている場合じゃありません。結構本気なんだけど。なおタチが悪いです。本郷、お前の意見を聞かせてくれ。そうだ、思いつくままでいい。何か気づいたことがあれば言ってくれ。そうだ。それは多分蔵か何かでしょうね。それは宿舎ね。使用人が住んでいるところよ。ああ、そう言われればそうですね。でも一体どうやって？できるな。サイドの諸侯の軍が引き上げた後、部隊を正門に集結させてください。それは良いが、夜襲をかけるのか？かけるふりだけで結構。奴らの目を正門に引きつけるのが狙いです。なるほど。おとりになるわけか。ええ。その後、硬派と傭兵の部隊が城内に侵入、放火活動を行います。その状況に合わせて、サイドのはシェレンと合流し、混乱する城内に突入する。これでどうかしら。良いんじゃない？ワクワクしちゃうわ。しかし、絶対に成功するという保証がない以上、お姉様が前に出るのは反対です。レンファ、戦に絶対はない。それぐらい分かっているでしょ？しかし、母様が死んだ時と状況がよく似ていて。城攻めの時に私が死ぬかもって？ないない。私が指揮するのは突入部隊だけ。城攻めの指揮はサイに任せるもの。承った。ね？だから安心して私の背中を見ておきなさい。孫悟の王の戦いぶりをね。聞き分けの良い子は好きよ。じゃあレンファは後方に下がっておきなさい。はい。シシュン、民名。二人はすぐに精鋭部隊を編成し、作戦を検討しておいて。よい！サイと私はしばらく待機。メイリンたちはどうするの？ノンはレンファ様の補佐を。了解でありまーす。私と本郷はシェレンたちが突入した後の総仕上げを行う。カズトが？大丈夫なの？責任ね。どうやって取るつもり？それで良いのだよ、本郷。自分の能力を最大限に発揮し、最大限の努力をする。そして結果を出す。それこそが人に指図する者の責任の取り方じゃ。
努力した過程など結果が出せなければ何の足しにもならないからな。だが勝敗は陛下の常。ならば我らにできることはただ一つ。勝つための努力を放棄しないということだ。そうならその覚悟しっかりと見させてもらいましょう。一人で何をしている？何を考えている？怖いの？そうか男のくせに軟弱なやつね。そうか。私はこれが私の初陣なんだ。緊張して何が悪い？何を笑っているんだブレーナ。盗賊ごとき下郎に遅れを取るつもりはない。お前も安心しておけ。お前は私が守ってやる。なんだ、私に守られるのが不満なのか？無理はせんことだな。一人で何をブツブツ言っている。私は別にお前に守ってもらおうなどと思っていないぞ。それに私は5の王族の端くれとして兵たちの上に立つ。そして兵たちを守ってみせる。それがひいては民を守り国を守ることにつながる。私はそう信じている。何？貴様にできるのか？
歌いません。でも好きにすればよい。変なやつだ。私はもう行く。貴様もほうけすぎて作戦決行に遅れんようにしろ。作戦を開始する。硬派傭兵行け。はっ。郊外殿は孫作と共に正面へ。あとは作戦通りに頼みます。任せておけ。作殿、行くぞ。了解。レンファ、行ってくるわね。はい、お気をつけて。捜索隊出るぞ。郊外隊も続く。皆わしについてこい。白玄はレンファ様と共に後ろへ下がれ。行きましょう、レンファ様。待て。本郷、武運を祈っておいてやる。行くぞ、ノン。待ってください、レンファ様。なんだそれは。言い得て妙な言葉だな。落ち着け。まだ火の手が上がってはおらん。別段難しいことではない。お前は部隊を率いて城門の上から突入部隊を狙撃しようとする敵兵を徹底的に排除すればよい。弓兵に号令をかけるだけで良いということだ。できんか。そう言ってくれると信じていた。ならばお前には左を任せよう。潜入部隊の合図を。よし、本郷は左翼前線に進め。周遊隊は右翼前線へ。黄金塔を殲滅するぞ。